はい、こんにちは。それではトラスパターね、実際にその性能試験をねやってみたいと思います。トラスパターもいろいろあるんですが、形ね、あるんですが、私が気になってるのはやはりこのヒール側にねこうついてるネックが来てるね。でこちらの前回も言いましたけれども、何グラムか分かりません、分解してないのでね。ただ何グラムか重くなってるヒール側がね、というこの2つの形、ピン型、もしくはブレードとも最近呼んでますが、このものとそれから、マレットね、この2つの形の試験をねやってみたいと思います。こうちょっと見ていただくと、長さがね3センチぐらい、こちらはそうですねごめんなさい11.5ですね。それに対して、マレットの方は非常に小ぶりになってますね、ここがね。それは好みがあると思いますけど、9センチ 8.5 ぐらい、フェース面だけで見ると 8.5 ぐらいという非常に小ぶりになってます、ここはね。はい、で今センターからですね1センチ2センチとラインを引いてますが、これはですねこちらも同じようにやってますが、これからですねオフヒット、芯から1センチ2センチずれた状態でねヒットした時にボールの転がり、カップイン率がどうなるかという、そういう実験をやってみたいと思いますので、このようにラインを引きました。それからですね、この今セッティングはですね、このパターはロフトが3度あります。ですから今は4になってますね。数字が0、1、2、3、4となってまして、これはマイナス1に今ロフトがセッティングがされているということになります。このマイナスに関しては私がですねこう長くいろいろ実験をしている中で、ブレードはですねこのように4度、3度に4度、2度、1.5 度、1度、0、1とロフトを立てていくと、1回転するまでの距離がどんどん短くなるということは、より順回転になっているということですね。それから時間も短くなってますね。ということで0とかやはりマイナス1でインパクトを迎えると、よりですねボールがスリップしたりバウンドしたりしないで、順回転に早く移行しているという結果がね、これブレード、で転がった距離も伸びてます。マイナス1の方が転がった距離、ブレードでこう長く転がるということは、やはりスリップとバウンドが少ないので、転がる距離でばらつきも小さくなってますね。この辺なんか見ていただくと4メーターになってくると、この幅がですね、1度ですと結構大きいんですけど、プラス4はすごく大きいです。しかも転がらない。マイナス1ぐらいですとばらつきも少なくてよく転がるという。マレットでも同じ傾向が見られています。それからもう一つはクラブヘッドをこう地面からね浮かせていく度合いもほぼ共通しているのは、地面スレスレではダメだということです。それから浮かせすぎてもダメだということですね。浮かせすぎはだいたい15ミリ、16ミリクラブヘッド地面から浮かせますとだんだんスコアが悪くなってきて、9ミリからね14ミリぐらい浮かせるのが共通してですね、いい結果が出てます。そこで今回は9ミリ、このパター今地面スレスレになってますね。地面今スレスレですよね。この状態スレスレに来てますが、台座を9ミリ今からね上げていきますので、下を見ててくださいね。ゆっくりこう台座を上げていって、はい、これで9ミリです。今地面から9ミリ浮いた状態ね。でこの9ミリ浮いた状態でマイナス1度のロフトで、センターも含めてね、オフヒット実験をやっていきたいと思います。で距離はね3メーター、今ここ0にしてますので、こう見てい
距離は3.1 ありますね。まあおおむね3メーターで、厳密なこと言うとね、ここはビルですから完全に平らにはね、ならないです。で 0.25 度右に傾斜してるんで、まあ3メーターで勢いがあれば、さほど影響はないんですが、ゆるくいって最後の一転がりでコトンってなった時にはね、多少影響が出ると思います。で使うボールはですね、ブリヂストンさんのB の XS、XS ですね、柔らかい方で、このボールはですね、なぜこれを選ぶかというと、いろいろ理由があるんですが、やはりボールもですね、いろいろ試してみて、パッティングにね、そのクラブヘッド、材質、それからインサート、そういういろんな組み合わせの中から、やはりその適したね、安定性がある転がりが得られるボールがいくつかあるので、今回はこのブリヂストンさんの B、 これを使ってね、実験やりたいと思います。では今ね、ここ合ってるのが分かりますよね。ボールの位置と、こういう状態ですよね。でこのセンターに置くということは、斜めに見ちゃうとちょっと見づらい。上から見るとちょっと上に来てますかね。見てますかね。はい。これ芯です。はい。はい、それではいきますよ。はい、バックスイングの大きさはどうやって決めるかというと、この機械いろいろなバックスイングの大きさを取れるんですが、ここに引っ掛けて、あとはもうこれを外して自然落下させるというパターンです。では大丈夫ですか、ボールの転がりね。はい、ではいきますね。まずセンターですね。センターと打ちました。はい、軽くスライスが入ってます。はい、今若干左目から入りましたね。はい。ではこれ見てください。遠1センチ。遠1センチ。大丈夫？はい。では遠1センチいきます。はい、遠1センチです。はい。右目から入りましたね。少し右目から入りました。はい、今度は等2センチね。そう。上から見るとね、いいですね。はい、等2センチいきます。等ですから1センチ2センチずれてますので、真ん中より右2センチ右からがセンター。きれいに転がってますね。むしろ真ん中から入りましたね。そうですね。やはりね、基本はフェースの向いた方向で、ボールのその球離れが速いんで、パターの場合はね、フェースの向いた方向にボールが転がっていくんですけれども、若干シャフトのね、ねじれがありますよね。これヒール1センチね、ヒール1センチ。若干フェースインパクトでこうシャフトがこう、ボールに負けると言いますかね。これは距離がインパクトが強くなって距離が長くなればなるほどその影響は出ます。これヒール1センチね。入りました。はい。それでは今度ヒール2センチ。さっき行った予備実験ではヒール2センチが一番怪しかった。ヒール2センチ。一番怪しい左サイドから入って、ボールの勢いはやや弱かったかな。ほら、怪しいっちゃ怪しいのがヒール2センチですね。はい、でも全部入りました。はい、これ真ん中です。もう一回真ん中、ね、もう一度繰り返しますが、ヘッドは
9ミリ、地上9ミリ浮いてます。ヘッドは地上9ミリ浮いております。インパクトロフトはマイナス1度です。ヘッド、ボールとのヘッドの浮き具合の関係を見てください。こういう状態ですね。こういう状態です。インパクトロフトマイナス1度。ヘッドは、9ミリ浮いております。等1センチですね。等1センチオフヒットです。等1センチのオフヒットです。合ってますね。等に1センチオフヒット。はい。右から入りましたけど、入りました。はい、等2センチ。やっぱりこう2センチずれとかが初心者でどうですかね。2センチずれて打つことってあるんでしょうかね。初心者ならあるかもしれないけど、ある程度2センチ、綺麗に転がってますよこれ。右目でから入るのは当たり前ね。2センチ右に来てますからね。ヒール1センチ、ヒール1センチ。これは左目から入る。ただしトルクが左目から入ってるかな。シャフトのトルクねじれ、これ2センチ、ヒール2センチですね。そのねじれによっては左から入らない場合もあるかもしれない。これが一番怪しいっちゃ怪しいですね。ヒール2センチがね。はい。一通りね、トラスパターのピン型もしくはブレード型ね、よく芯から5ミリと5ミリヒールで打ったらもうダメだみたいなね、ことを言う人いますけれども、実際この正確なマシーンでねテストしたところ全部入っちゃう。それも1センチどころじゃないですね。等2センチ、ヒール2センチまで入る。で特段そのボールの勢いがですね、そのヒール2センチのところで打ったからといって等2センチのところで打ったからといってね、これだけの幅で打てちゃうってことですよね。それで全部入る。もちろん人間がストロークした時ヒール2センチで打ったり等2センチで打った時に手に伝わる打感はね違うと思います。やはりその芯で打つのとそこから芯から外れた場合は多少の振動がありますので、緩んだグリップしてたり、あるいは緩んでなくてもね体に伝わる打感としてはヒールで打っちゃったなとか等で打ったなっていうの分かると思いますが、結果としてはね全部入ると。それがこのパターの性能なのか、他のパターでもいろいろやってるんですけれども、このトラスパターね、少なくともオフフィット実験は9ミリ浮かせてマイナス1っていうね、そのロフトのとヘッドの浮き具合、これ大事ですよ。大事ですが、その条件下では全部入ったということ結果が出ました。ではこれ前半として、後半は私が気に入って、現在も使ってますこちらのねマレット、なぜ気に入ってるかというとこのパターよりもさらにギュッとね圧縮されてる感じ、この景色がですね非常に私好み。ここが狭まってコンパクトなんですよね。思った以上にパターヘッドが、小さすぎず大きすぎずというね、のが気に入っております。はい、ではこの後半はこのパターの実験の性能試験を始めたいと思います。